体が硬いと感じている方に4つのステップで体が絶対に柔らかくなるというものを紹介していきたいと思います。さて皆さんいつもありがとうございます。ジャパニーズヨガの夏美です。以前ですね、体が硬い方に絶対試してほしいというような動画を出したことがありました。今日はまた同じように体が硬いと感じている方に4つのステップで体が絶対に柔らかくなるというものを紹介していきたいと思います。この動きをマスターして毎日行うだけで本当にみるみる体に変化が感じられると思うので、楽しみながら行ってみてください。さて、ではビフォーアフターで体の違いを感じていきたいので、まず足の裏を真ん中でくっつけて合席をします。なるべく骨盤の方にかかとを近づけ、吸って吐きながら倒れてみましょう。今の股関節の硬さ、腰や背中の張りを感じます。では一度起き上がったら前屈のポーズ、片方の足を曲げて反対の足はまっすぐ伸ばして、膝とつま先を上に向けた状態で一度息を吸って吐きながら前屈をしてみましょう。今日の腰や足の裏側の張り方の確認です。それが行えたら反対足も同じように息を吸って吐きながら前屈をします。ここで右左の左右差があればそれも覚えておいて、ゆっくり状態を起こしたら早速始めていきましょう。ここから立ち上がっていきます。まず立ち上がった時に足はだいたい腰幅程度に開きましょう。この時つま先がガニ股や内股になっていないか必ずチェックをします。足の裏はとても重要で、これが外や内に入っていると関節がねじれたまま使うことになりやすいんですね。今日のメソッドでは必ず関節のニュートラルなポジションを意識するために足の裏を平行に置いておくこと、そして足の付け根にこのように手を置いて、この V ゾーンですねをぐーっと後ろに引くような感覚、手のひらを挟んでいくような感覚でお尻を後ろに引いてみましょう。ぐーっとお尻を後ろに引き、そのまま膝を少し緩めていきますが、つま先のラインより膝がはみ出ないようにだけ注意していきます。スクワットの姿勢ですね。また膝が内側に入る方が大変多いので、必ずつま先と同じ方向に曲げてみてください。もうきついなと思ったらアップダウンを繰り返してもいいですが、このままキープできそうという方は低い姿勢にトライして、そのまま手を前、お尻は後ろ、手は前のスクワットの姿勢ですね。肩が詰まるという場合は手のひらを上向きにしていいので、少し腰を落としながら呼吸。先ほどのこの股関節、足の付け根を後ろに引く感覚、そしてお腹締められる場合はお腹も軽く締めながら呼吸しましょう。足にプルプルっと効いている感覚になるかもしれません。弾ませてもいいので、3、2、1、一旦力を抜いて屈伸しましょう。マットの短い方に体を向けて、右の膝を手の間に差し込んでいきます。この時に下の足、かかとを内側から外していきます。なるべく体重を均等に整えたいんですが、どうしても傾くなという場合は、このようにクッション、枕などをお尻の下に挟み込んでみましょう。左右平行に置くような感覚ですね。足りないと思ったら2個ぐらい重ねてしまってもいいので安定させます。で、この時後ろにある足なんですが、膝足の甲は地面に向けたいんですけれど、それもちょっとしんどいなと思ったら横に逃がす形にしてもいいです。できる方はまっすぐですね。
さあそこからまだいける場合はこの前足のかかとを前に出してすねがちょうどマットの短い方に平行になるような状態にしましょう。今しているのは右足のお尻やももの伸びです。息を吸って吐きながら前に向かって倒れられれば倒れましょう。肩をリラックスして呼吸。余裕を感じている方は下のこのクッションをなくした状態で行うとより太ももやお尻が伸びていきます。眠った鳩のポーズと言いますが、股関節周り、太もも、お尻、骨盤周りの調整ポーズです。特にお尻が硬い方、それから股関節を横に開く動きが苦手という方におすすめのストレッチになります。肩、力入ってないでしょうか。息をではまだ余裕かなと思ったら体を右側に少しひねりの動作ですね、入れていきましょう。右から後ろを振り返っていきます。ではゆっくり体を戻して前の足を引いていきます。で続いて左の足を前に出していきますね。まずは片足正座の状態で、そこからかかと内側から外した時にどうしても傾くな、難しいなという場合はお尻の下にクッションなどを入れて高さを出していきましょう。そしてバランスを整えます。でまだいけるなと思ったら少しずつこの左の足をですね前に押し出してすねがちょうどマットの短い方です。何か違和感があるなと思ったらやりすぎなので少し手前の方に戻すようにしてみてください。とにかくこの前側の太ももとお尻が伸長している感覚があればいいです。そして倒れましょう。あとは力をはーっと抜くような感覚で顎の力、喉元、首の後ろもリラックスします。ではあと一呼吸終わったら両手を引き寄せて、そして前の足をゆっくり後ろに引いていきましょう。さあここからは仰向けで寝転がっていきます。仰向けでまっすぐに寝ていくんですが、少しですね足を開く動作を入れたいので、両方にですね広さがあるような感覚がやりやすいかと思います。では一度ですね腰が反りすぎてないかお尻を置き直しましょう。そしてまず両手体側でいいので両足上げます。もも裏がピンと張ってしんどい場合、少し膝を曲げたり足の角度を斜めにしましょう。行っていきたいことはこの腰をぐーっと地面に押し付ける感覚、そうするとお腹がプルプルっとするんですね。この感覚がとても大事です。今ちょうど背骨の下部、腰椎と言われているところの調整をしてますまだいけるという場合は頭後ろで抱えるようにしてぐーっと上体を起こしてみましょう。そうするとより上体が丸くなってこの腰を下に押し付ける感覚が分かりやすいかもしれません。ではいける場合さらにチャレンジです。きつくなったら頭を下ろしたり上げたりしていいです。
足を開いて、そこからその足、手でガードするようにして、さらに顎を引いて腰をぐーっと丸めてみましょう。お腹締めます。さあ、このまま呼吸。背骨の調整をしてます。もう少しだけ。お腹ぐーっと締めて3、2、1。OK。リラックスして頭を下ろしましょう。一旦リセットで左右にゆらゆらっと膝を倒します。次のポーズでは仰向けのままこの背骨の上の方、肩甲骨の間のあたりを柔らかくしていく動きなんですが、それが苦手、難しく感じるという方はクッションや枕のようなものをちょうど肩甲骨の下のあたりから始めておいて、このように胸を開くというもので日々習慣の中で行うこともおすすめになります。それに慣れてきてできる場合は肩の下に肘、もう少し骨盤の方に肘でもいいかと思います。ぐーっと肘で地面を押して胸を開く、胸のこの中心の部分をぐーっと上に開いてリラックス、またぐーっと開いてリラックス、このような感じで進めてみるのもおすすめです。ではまだいける方はさらに先に進んでいきましょう。一度体を起こしてからでもいいので肘を地面につきましょう。だいたい肩の下、それよりも骨盤の方にやや肘を近づける状態の方がしやすいかと思います。手のひら下に向けてお尻の下に挟み込んでいきましょう。ではこの状態で顎を引いて一旦ぐーっとまたお腹ぐー収縮させます。そこから今度は肘で地面を押して胸を上、空に向かって押し上げてみましょう。でまだいけるなと思ったら頭を後頭部または頭頂部を地面に下ろすように、で手の角度がなんとなく決まらないと思ったら少し下の方に下げてみたり、起きやすい位置確認してみましょう。顎の力を抜いてポカーンと口を開けたような状態でもいいです。魚のポーズと言いますが、背骨の柔軟性を高めてくれるポーズです。ではあと一呼吸。ゆっくり頭を滑らせて下ろしましょう。さあ手をほどいて頭もゆっくり左右。さあではゆっくり体を起こして最初のチェックしてみましょう。足裏をくっつけてかかとを自分の方に寄せてパタパタ吸って吐きながら前屈。私はもう股関節も柔らかいんですが、この前屈がすごいスムーズにいきます。そして片足の前屈ですね。息を吸って吐きながら、ピタッと前屈がしやすくなっています。皆さんはどうだったでしょうか。今日は体が硬いという方に絶対おすすめ、毎日やると本当にみるみる体が柔らかくなるという4つのステップをお伝えしてみました。今日の動画が参考になったよ、柔らかくなったよという方はぜひグッドボタンで教えてください。またジャパニーズヨガではこのような体を柔らかくするためのヒントのような動画、そしてヨガのレッスンであったりワークアウト動画を水曜日と金曜日に更新しています。ぜひチャンネル登録もお願いします。では
また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。体のヨガは YouTube、心のヨガは Voicy、その他に Instagram や公式 LINE アカウントもあります。ぜひチェックしてみてください。